はい、今回はキントーンのアプリ、アプリとアプリの集計を無料のプラグインでやってみようと思います。基本的にキントーンってすごく集計簡単なんですけれども、例えば、こんな形で A というアプリの情報、また B というアプリの情報、この2つのアプリの情報を並べて見せることはできるんですけれども、この2つのアプリの合計を出すとかってなってくると、プログラミングを書くとか、もしくは有料の連携サービスを使うとかっていうところが多いんですね。それを今回 TIS さんのキントンアプリ間レコード集計プラグイン、こちらですね。4月の14日にリリースされた無料のプラグインなんですけれども、こちらを使うことで、こんな形で全体の稼働率 A、B、C、D、E それぞれの稼働率っていうのを1行にまとめることができると。また待機者、例えば入院の待機者がいたとして A 病院、B 病院、C 病院、D 病院の待機者それぞれを別々のアプリで管理していきながら最終的に一つのアプリで集計する。しかもこれがリアルタイムでできると。いろいろとやってみようかなと思います。まずこちらですね。集計元のアプリ A。情報はものすごくシンプルにしてまして、こんな形でですね。申し込み、入院中、退院予定、退院。まだ入院していない、入院したよ、退院する予定があるよ、退院みたいな感じでですね、4種類の状況をドロップダウンにして作ってます。で、今、申し込みの数が4件、入院の数が、ここで見ると198件。この情報が、ここやとこんな感じで、よいしょ、集計でデータが出てきます。で、こういうアプリをですね、A、B、C、D、E、ちょっと5つここで作ってみました。で、この ABCDE のアプリの情報を全部持ってくると。で、例えば今 A、先ほど見たように数がいろいろとあるかなと思うんですけれども、すでに A のアプリは集計されてまして、こんな形でですね、183の入院中、退院予定が15、申し込みが4件というふうに今なってます。で、この数字、特にこの申し込みの4っていうのをね、ちょっと覚えておいてもらいたいんですけれども、申し込みが4件あったと。で、今からするのがですね、よいしょ、この A というアプリの申し込みを追加します。申し込みが来ましたよ。今ちょっと出てきたかなと思うんですけど、もうこれで実はアプリのデータがですね、先ほど4やったと思うんですけど、もう申し込みが5になってるわけですね。なので、別のアプリのレコードを追加したら、もう反映されると。これすごいなと思うんですね。なので、ここ A、B、C、D、E とあるんですけれども、それぞれ全部別のアプリなんですね。で、その別のアプリを1個、そのアプリの中のレコードを追加したりとか、状態、状況を変えるというだけで、集計元のデータが変わると。で、今回、あえて
E ですね。E だけ何もしてないんですね。まだ集計してないので、今からこのプラグインを使って集計してみようかなと思います。で、これが全体のデータなんですけれども、E のアプリに行ってみて、今、データとしては、申し込みが11件あるよと。で、入院が47件。で、退院が、退院はね、退院した人なのでね。で、これちょっと使ってみていろいろと思ったんですけれども、まず最初に既存のデータを一括アプリ間集計っていうのをやって、一旦全データを反映させると。で、反映させてからレコードを追加したりとか、あとはしていけばいいんですね。で、これが、例えばこの申し込みの画面で一括アプリ間集計をすると、これ11件分しか飛ばないんですね。なので、飛ばすとしたら、最初は全てとか、もしくは必要なデータだけを、条件で表示するようにしておいて飛ばすと。で、プラグインの設定なんですけど、集計先ではなくて集計元ですね。それぞれのアプリにプラグインを入れていきます。で、こんな形でですね、ちょっと大きくしてみますけれども、集計先アプリは集計先アプリ、全体の集計するアプリで、状況が入院中のレコードに関してはレコードの件数を E の入院っていうフィールドに飛ばすと、こういうのを E の単位に飛ばす。単位予定が申し込みを待機飛ばすというところで、今回入院中、その中で退院予定、退院が決まっている方々、そして申し込みを待機、この3つの数をそれぞれのアプリから取ってこようというところでして、で、一括アプリ間集計、これを先ほどお話ししたようにすべてでボタンを押します。ポチで OK と。で、今これ58件集計をしてるんですね。最初なので、一件一件ちょっと時間がかかりますけれども、この後全部飛ばしてしまったら、あとは日々レコードの編集ですね、追加とか情報を変えるとかをやっていけば、そのままリアルタイムに反映される。なので最初だけちょっとこれ時間かかるんですけれども、これを一発やっておけば大丈夫ですね。もしくはもう手入力っていう手もあるかなと思います。集計完了と。で、ちょっと見てみましょう。もうすでに稼働率さっき0やったんですけど 94% になってますね。これすごいのが、計算式をあらかじめ入れておくと、データが飛んだらそのまま計算式にも反映される。で、それがレコードを1回開いて保存しなくても自動でも反映されるようになってるんですね。これやっぱすごいなと思うのが、このレコードを1回開いてで計算式流して保存するっていうのがキントーンの基本やと思うんですけれども、このプラグインは情報を飛ばしたらそのままレコードの中のレコードが反映されて計算フィールドもちゃんと活かされると。これはもう本当にやばいなというところなんですけれども、で E のデータ見てみるとしっかりと反映される。でこれは計算フィールドで、結局ここのね、この辺りのデータっていうのが入って、さらにここも全部計算
なってるわけですね。嘘ついてないのでちゃんと見ておきますけど、ほらこんな形でですね、ババババッと、さっき適当に作ったんで、一応計算だよっていうところなんですけれども、なので計算フィールドのために何回も言いますけども、レコードを開かなくていいと。ってことは、いろんなアプリがあって、そのアプリを一個にギャッとまとめたいと。そういう場合に、もうこれを使ってしまったら、あとは先ほどやってたような感じで、新規追加、申し込み、保存する。で、これでもうデータが飛んでってる。で、申し込みを入院中に変える。はい、飛んでいく。こんな形でですね、情報が個々の職員はあまり意識せずに日々の業務をしているけれども、実際集計アプリにはリアルタイムな会社の情報とか病院の情報とか施設の情報とかが入ってくると。横でこうパッと見れると。で、こんな形で横でさっと見れると非常に見やすいですよね。で、待機者とかも見れると。でいくと、管理がしやすい。やはりだらっとなるよりは横の方が僕も管理がしやすいかなと思いますので、そんな感じでですね、このアプリを使うと、データを一個一個アプリで集計して、その集計を例えば Excel でまとめたりとか、手入力でしたりっていうところもあると思うんですね。それがリアルタイムでレコードを編集したり追加するだけで一つのアプリにガッチャンされると。でそれの後グラフを作ってしまったら、いろんな情報をリアルタイムで、本当にリアルタイムですね。各施設、各会社の情報がリアルタイムで把握できると。これが無料のプラグインで出てるっていうのは非常に驚きでして、もちろん制約はいろいろあると思うんですね。なかなか、条件をしっかりと決めてからアプリを作っていかないと、この条件に合わせてできなかったり、例えばステータスをレコードの種類分けるために使ってたりとか僕もしてるんですけど、そうなると、ちょっとプログラムを書かないといけないと。ステータス更新されたそのステータスの情報を別のフィールドに飛ばすとかっていうような JavaScript とかを書かないといけなかったり、連携サービスを入れなかったり、入れないといけないとか、いろいろあるんですけれども、そのあたりも考慮したとしても、これが無料でできるプラグインで集計が簡単にできるっていうのは、驚きすぎて動画を作ってるんですけれども、無料なので、いっぺん試してみてもらえたらなと思うんですけれども、ただ、注意点としては、集計先アプリっていうのは、最終的にいろんなアプリのデータをガッチャンする方で、集計元のいろんなアプリにプラグインをそれぞれ入れていって、この集計先アプリの方にどういう情報を飛ばしていきたいか、どこにデータを飛ばすのか。これレコード件数ってなってますけれども、それがいろいろとね、選べたりしますので、集計方法とか。そのあたりも含めて、無料のプラグインですから、キントーンのスタンダードコースを使っている方は、プラグイン試せますし、開発環境の方は、そもそもスタンダード使えますし、で、30日のお試しの方っていうのも、基本的にはスタンダードコースになっていると思いますので、またこのプラグインも試せるというところで、いろんな、施設の情報とか会社の情報を一つにまとめたいなっていう場合は、このプラグインから始めてみるのがすごく入りやすいかなと思いますので、一度試してもらえたらなと思います。僕が作ったプラグインじゃないんですけれども、すごくおすすめなので、一度このプラグイン使ってみてもらえたらというところで、リンクも貼っときますし、あと、使ってみたよっていう簡単なブログも貼っときますので、またご参考にしていただけたらなと思います。ありがとうございました。